こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回の動画は海の上のホテル、クルーズ船のご紹介です。いつかはクルーズ船に乗っていろんな国を訪れたいけど値段が高いしなぁと諦めている方も多いのではないでしょうか。実は僕もその一人だったんですが、今回人生で初めてクルーズ船の予約をしました。でも意外とお得に乗れるんですよ。このチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしています。もしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。こちらの動画は僕が今回予約したクルーズ船ロイヤルカリビアン社のスペクトラム・オブ・ザ・シーズです。これを見てもわかるようにクルーズ船ってただの移動手段だけじゃなくホテル、ビュッフェ、観光、アクティビティも一緒に楽しめる海に浮かぶ巨大エンターテインメント型移動ホテルです。今回僕が予約したのはこちらスペクトラム・オブ・ザ・シーズシンガポール&日本クルーズ便です。こちらは2つの便がありまして2023年の7月31日にシンガポールを出発して日本に向かう便と8月の12日に日本を出港してシンガポールに向かう便、こちらの2便あります。まずこちらがシンガポールを出発する便ですね。ベトナム、香港、台湾を回って12泊13日の航路になります。日程を少し見ていきたいと思います。まず1日目にシンガポールを出発します。夕方の5時に出発します。2日目は終日クルージングです。3日目に今度ベトナムに寄りますね。ニャチャンって読むんでしょうかね。はい、ベトナムに寄って、こちらは朝に着いて、夕方の18時まで観光することができます。そして4日目は終日のクルージングです。5日目に今度は香港に立ち寄ります。香港に、お昼の11時に、入港して、1泊して6日目の夜20時に香港を立ちます。そして7日目は終日クルージング。そして8日目に、こちら台湾ですね。キールンっていうところに朝7時に着いて、夜ですね23時59分に出港します。1日台湾で観光できますね。そして9日目には、終日クルージング。10日目も終日クルージング。2日間クルージングして、大阪に到着します。大阪も朝7時に到着して、夕方の18時に出港ですので、少し観光できますね。その後、清水港に寄ります。静岡県の清水港によって、こちらはちょっとお昼過ぎに到着して、夜の7時にまた出港になります。そして最終目的地横浜到着します。これが朝の6時30分ですね。13日目に横浜に到着する航路となっています。そしてもう一つの便についても説明していきたいと思います。今度はですね、日本を出発してからフィリピンとベトナムを寄ってシンガポールに向かうようですね。こちらも、スケジュールを少し見ていきたいと思います。まず最初の日ですね、日本の横浜、これを15時に出発します。そして、2日目に次の日には清水港ですね。はい、立ち寄ります。そして今度3日目、大阪じゃなくて今度神戸になりますね。はい、お昼に到着して、夜の11時まで神戸港にいます。そして4日目はクルージング、そして5日目に今度は鹿児島に到着しますね。はい、鹿児島も朝着いて、夕方の5時までいることができます。そして6日目と7日目は終日クルージング。そして8日目には今度マニラ、フィリピンのマニラに到着します。こちらお昼前に到着して19時ですね。はい、半日観光することができますね。9日に終日クルージングして、今度10日目にはベトナムのニャチャンというところに行きますね。はい、こちらは朝の8時に到着して夕方の4時に出港になります。そしてその次の日にはまたベトナムですね、フーミーというところに到着するようです。こちらも1日観光することができそうです。12日目には終日クルージングで13日目の朝にシンガポールに到着となっています。なので行きの航路と帰りの航路、日本出港する場合とシンガポールを出港する場合とでは、寄る国が違ったり寄る港が違っていることがわかると思います。なので香港や台湾を観光したい方は、シンガポール初の便、反対に、ベトナムとかフィリピンを寄りたいという方はですね、日本初のクルーズに乗るとそういう港に寄ることができます。今回ロイヤルカリビアンのクルーズ船が日本発着になるのはなんと
7年ぶりだそうです。また、クワンタムクラスと呼ばれる16万トンクラスのこのクルーズ船が日本に乗り入れるのは今回初めてだそうです。今回僕がこのクルーズ船を利用しようと決めたのは何と言ってもお値段です。今ならちょうどキャンペーンをやっていて、こちらですね、日本航路も今なら子供無料&大人 50% オフとなっています。これは大変お得ですよね。なので今回思い切って申し込みました。はい、こちらにキャンペーンの条件も書いていますね。ここも少し説明していきたいと思います。対象航路はですね、こちらに書いてあるように、2022年10月4日から2024年まで先ですね、3月28日に出港するシンガポールクルーズになっています。なので、今回日本シンガポール航路だけじゃなくて、シンガポール発のクルーズであれば、このキャンペーンが適用されますので、シンガポールに行ったついでに、例えばこちらですね、こちらにはシンガポール発、ペナンとプーケットとタイですね、通ってまた帰ってくる、こういった航路もあります。これは年末年始にやっているそうです。これだと、そうですね、マレーシア、プーケット、ホリデークルーズ、5泊6日になっていますので、ちょっとシンガポール観光しながら、そしてこういった近くの島を回って帰ってくることもできます。クルーズ船に乗ってみたいという方は、こういったクルーズもおすすめです。部屋はこんな感じです。これは一番安い部屋になります。設備や広さには問題ありませんが、窓がありませんので外が見えないと嫌な方はちょっとグレードアップした方が良さそうです。そしてこちらは窓ありの部屋になります。僕は部屋からも外の景色が見えている方がいいので、窓がある部屋を選びました。設備はこちら、ツインベッド、シッティングエリア、フラットテレビ、電話、クローゼット、ドライヤー、タオル、バスタオル、シャンプー、共有電源、シャワー、化粧台、ミニバー、金庫、石鹸となっています。これだけあれば十分ですよね。本当にいいホテルの設備と全く同じような感じになっています。今回僕が実際に予約したお値段はこちらになります。窓ありの部屋にしたので、お値段もちょっとグレードアップされて、12泊13日で合計 2564.16 ドルになりました。1人当たりだと、1282.08 ドル、1泊あたり 106.84 ドル、日本円だと 15,492 円の計算になります。こちらを見ると今回はキャンペーンの割引分2710ドルが値引きされていますが、本来の値段は今回の倍以上になります。これはすごい割引率ですよね。ちなみに船内で無料で利用できるレストランがこちらになります。はい、こちらに説明が載せられています。豪華なフルコースからスイーツまで全て無料。クルーズ旅行を彩る本格的な美食を心ゆくまでご堪能ください。ディナーはもちろん、ランチやブレックファーストでも毎日異なるメニューを用意し、飽きることはありません。また、食事制限があるお客様には、低脂肪、減塩食、無糖デザートなども用意していますと書かれています。このように書かれているので、ビュッフェを食べ過ぎて太るといった心配をしないで、安心して船の旅を楽しめるかもしれませんね。こちらはですね、ウィンジャマー、ビュッフェになります。世界各国の多彩なグルメをバラエティ豊かに取り揃えています。もちろんメニューは日替わり。航路によってはイタリアン、アジアン、カリビアンなどのテーマナイトを設けることも。美味しくてワクワクする食の時間をお楽しみくださいとなっています。子供たちも美味しそうに食べています。他にもですね、はい、こちらですね、無料のカフェとか軽食もいただけるようです。ここでは、小腹が空いた時にはブロムナード通りに面したカフェでパン、サンドイッチ、ドーナツ、ケーキ、コーヒーや紅茶を24時間楽しめることができます。はい、こちらでは、ハンバーガーですかね、サンドイッチとか、こちらではケーキとかも食べることができそうです。でこちらを見てみると、これは何でしょうか、スープですか、カレーですかね。はい、ちょっとアジア風の食事もいただけそうですね。こちらはドッグハウス、ホットドッグが食べることができるみたいですね。子供たちはこういった食事も嬉しいですね。はい、他にも、こちらですね、サルサソースとありますので、タコスとかも食べれそうですね。メキシカンレストランとなっています。はい、ここは、ニューヨークにあるピッツェリアをイメージした
カジュアルな雰囲気となっています。ピザが食べれそうですね。こういった数多くの食事が無料で食べることができます。他にもですね、ここにあるように有料のレストランも用意されています。ちょっと物足りないという方とかですね、もっといいものを欲しいという方は少しお金を足してこういったイタリアン、オイスターですかね、牡蠣ですかね、違った高級感のある食事を楽しむこともできそうです。はい、食事、飲み物、ほんとたくさんここに書かれているので、今から船内の食事が楽しみです。お腹を空かしていきたいと思います。ちなみに同じ12泊でホテルニューオータニのサービスアパートメントプランとサブスクのルームサービスを利用した場合と比較してみましょう。一番安い部屋で12泊25万2000円、サブスクのルームサービスを12日間頼むと6日間のプラン4万2000円と追加6日分で4万3200円で合計で33万7200円。1泊あたり1人1万4050円になります。一概にホテルとクルーズ船の料金は比較できませんが、先ほどのクルーズ船が1人あたり1万5492円で、日本とシンガポール間を移動できて、なおかつ途中でいくつかの国の観光や船内でも様々なエンターテインメントもあるなら、このクルーズがかなりお得なのがお分かりいただけると思います。僕のように海外に住んでいる方はこのような日本航路があれば、日本への帰国時か出国時に片道は飛行機、片道はクルーズ船でゆっくり目的地に向かうというのも一つの選択肢になるかもしれません。日本と海外を行き来するには必ず飛行機代がかかりますし、燃油サーチャージも上がっている今、住んでいる場所にもよりますが、夫婦2人、子供が2人のご家族の場合は特に、このクルーズ船で日本に帰国、もしくは日本から出国する方が飛行機代より安く利用できるかもしれません。こちらのキャンペーンは現在10月31日までとなっていますが、なぜかこれまで何度も延長されています。多分部屋がある程度埋まるまでは延長を繰り返すのではないでしょうか。なので、もしこの動画を見たのが10月31日以降の方がいるとしても諦めないでください。また延長している可能性がありますので、概要欄のリンクからぜひサイトをチェックしてみてください。どちらの航路に乗るかはまだ言えませんが、後ほどクルーズ船に乗った時の動画でお伝えする予定ですので、その動画も楽しみにしていてください。いかがだったでしょうか。皆さんはこうしたクルーズ船に乗ってみたいと思いますか？また皆さんのご意見やもっと良いクルーズ船の情報などがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。では今日の動画は以上です。もし今回の動画が良かった、またためになったという方は、いいねボタンも押していただけると励みになります。では今日も最後までご視聴ありがとうございました。